ちは。今回はアンコール遺跡の観光をアップしていくんですけれども、こんな感じで、今回は声を入れながら進めていきたいと思います。こちら来てますのが、国立博物館です。ここで、実際に遺跡に行く前にですね、少し予習をしてから行きたいと思います。Hi. One ticket? One ticket is $12. And would you like the audio guide? Sure. It's charged $5 for one for the audio. Sorry. It's $5 for one for the audio. Okay, okay. こちらの博物館ですね、Sure. いろんな言語のオーディオガイドを借りることができます。私はもちろん、日本語のガイドを借りたんですが、そちらは5ドルでした。入館料と合わせて17ドルですね。あとこちらの博物館、荷物をですね最初に預けないといけなくて、館内は基本的に撮影が禁止されています。ただ、スマートフォンで撮影する分には OK ということでしたので、その写真だけ撮ることができています。So could you please select your bag at the front first? The bag. Oh, okay. And then the audio guide over here. Okay. 館内はアンコール王朝よりもっと昔のフナンという王朝の時代からの展示物がありまして、かなりボリュームのある博物館でした。私は1時間半ぐらい滞在したんですが、これだとさらっと見る程度で、ちゃんと勉強しようとすると半日くらいかかっちゃうんじゃないかなという感じでした。You want to go to the Angkor Wat Angkor Wat. and then? first I have to go to the ticket office. Oh, ticket office. Yeah. Then Angkor Wat. Yeah. Yeah. Then And after Angkor Wat. after Angkor Wat. Yes. Where do you want to go? I have the map to show you. And this is the ticket office. And after right now we are here, we go to ticket office and Angkor Wat. And how about the Bayon, Angkor Thom? Yeah, maybe. Yeah. And Taprum also. Uh-huh. Like from here, ticket office and here and come back city. Maybe better than you go one by one. If you go one by one, you will spend a lot of money. Yeah. They are open until Until 5:30, right? Yeah, 5:30. I only have 4 hours. Right now, what time? 1:30. 1:30. Enough time for you? Mhm. Then how much is it? I charge you all the only $18 for finish until finish and then come back. $18? $18. Can you give me more discount? 18 is a little expensive for me. How much you want? Yeah. Because we have to finish a small tour. It's small tour and only 4 hours, right? Yeah. So maybe for about $13. Oh, not possible, sir. Not possible? Not possible. I think $15 discount fair price. $15? Yeah, $15. So can I pay later here? Yeah, okay, no problem. Okay. Yeah, okay, no problem. Okay, $15. Yeah. Okay, deal. Thank you. Ticket office first, right? Yeah, ticket office. Okay. はい、ということで少しだけ値引きしてもらって出発するんですけれども、結局はですね、このドライバーさんがすごくいい人でですね、あといろいろ
説明もしてくれたりもしたので、もともとの18ドル支払うことにしました。はい、見えてきました。立派な建物がチケット売り場ですね。こちらでアンコール遺跡全体の、チケットになりますアンコールパスっていうものを購入して観光していくことになります。Okay, thank you very much. Okay, keep it there. And you can take a photo in your phone. You can take a photo this city in your phone there. If you look, you can come here and take a photo. Okay. Thank you. はい、こちらはアンコール遺跡群のうちの一つ、タプローム遺跡です。まずアンコール遺跡全体の話からすると、この土地で西暦802年から1432年までの600年間栄えていたのがアンコール王朝です。その600年の間で歴代の王様が作った町や建造物、こういったものをまとめてアンコール遺跡群と言っているわけですね。大きさはなんと400平方キロメートルもあるそうです。当時はここに75万人が住んでいたと言われていて、当時としてはとてつもないメガシティだったそうです。今歩いていますタプローム遺跡はジャヤバルマン7世という王様が12世紀末に建造した、仏教の寺院です。この頃の王朝が最も繁栄していたと言われているみたいです。ちなみにアンコールワットよりも数十年後にできたものです。こんな感じでとにかく木の根っこがすごいことになっているところで、正直寺院がどうこうというより自然の力強さをすごい感じるようなところでした。アンコール王朝が滅亡するのがタイのアユタヤ王朝に滅ぼされた1400年代ということなので、その後5、600年の歳月で、このような姿になったということになります。Okay, movie is fine. Movie is fine. Yeah. You want over there first? Yes. はい、続きましてアンコールトムという都市に向かっていまして、目の前にあるのが都市への入り口で、5つある城門のうちの1つになります。高さが8
1メートルの城壁に囲まれていまして、都市でもあり、城でもあるっていう、そういうところになります。Wow. Great. もうくぐって、街の中に入ってきました。今街の真ん中にありますバイヨン寺院に向かっています。その寺院とこの町、あと最初に行きましたタックロームは、全部同じ、ジャヤバルマン7世が作ったものです。ジャヤバルマン7世が王様になるまで、この地はヒンドゥー教の国だったのですが、彼が王様になった時に仏教を国の宗教というふうに定めています。なので当然このバイヨン寺院も仏教の寺院ということになります。このバイヨン寺院のバイヨンというのはクメール語で美しい塔という意味で、たくさんの塔が建てられています。それぞれの塔に顔の彫刻が彫られていて、この顔が何なのかというのは諸説あるようで、神様の顔だとかジャヤバルマン7世自身を神格化して偶像化したものだとか、いろいろ言われているみたいです。ちょっと映像が少なくて申し訳ありません。実はここで現地の人がガイドの押し売りみたいなことをしてきまして、ちょっと断るのに手を焼いてしまいまして、時間がなくなってしまいました。はい、ではようやくと言いますか、アンコールワットを見ていきたいと思います。先ほども少し言いましたが、このアンコールワットはさっきまで見てきた寺院よりも、古い建物になります。まだアンコール王朝が仏教ではなくヒンドゥー教を信仰していた時の建物になります。はい、アンコールワットはこんな風にお堀に囲まれています。中に入るまでに少し説明をしていきたいと思います。まずアンコールワットの意味からですが、アンコールが王都、ワットが寺院で、王都の寺院という意味です。このアンコールワットは1113年に即位したスーリア・バルマン2世が30年かけて作ったヒンドゥー教の寺院です。ヒンドゥー教は多神教なのでいろんな神様がいるわけですが、その中でヒンドゥー教三大神の一つ、世界維持の神様であるビシュヌ神をこのアンコールワットは祀っていて、神と人間の世界をつなぐ地上の楽園をイメージしているそうです。アンコールワットって今でもカンボジアの人にとっては非常に大事なもので、国旗にも描かれているくらいなんですけど、今のカンボジアは、国民の 98% が、仏教徒の仏教国です。なんで国旗にヒンドゥー教の寺院が描かれているのかということなのですが、ヒンドゥー教の寺院として作られたアンコールワットですが、国の宗教が仏教に変わった時に仏教の寺院ですと改められています。なので国旗のアンコールワットは白色で描かれていて、白色は仏教徒を表しているそうです。ちなみに赤は国家、青は王権を表しています。
カンボジアは正式にはカンボジア王国です。はい、4頭の獅子の石像がありますが、これは守護神のシンハーです。シンハーというとどこかで聞いたこともある方も多いかと思いますが、タイの有名なビール、こちらになります。シンハービール、このシンハーです。アンコールワットの構造は中央にある祠を軸にして三重の回廊が巡らされた構造となっています。一番外側の第一回廊に見どころがたくさんある彫刻が彫ってありますので、そこから見ていきたいと思います。はい、こちらが第一回廊です。こんな感じで壁一面に彫刻が彫られているんですが、こちらはラーマーヤナという神話がありまして、その物語が描かれています。ラーマーヤナは王子様が魔王にさらわれたお姫様を助けに行くっていう英雄物語です。王子様は発見できなかったんですけれども、この手がたくさんあるのが魔王です。続いてこれは入海各藩といって、ヒンドゥー教における天地創造の神話です。この世の中はこうやってできましたというお話で、日本の古事記でもあるように基本的にどの宗教にもあると思います。この入海各藩は、かなりややこしいので、ものすごい簡単に言うと、神々と鬼たちが山に巻きつけた大きな蛇で、こんな風に綱引きをして海をかき混ぜまくったら、太陽とか月とか、いろんな神様とか、もうこの世のすべてが海から出てきたっていう話です。一番下の段には、海が描かれていまして、魚とかワニとかが彫られています。はい、これは天国と地獄を描いたもので、3段に分かれて彫られています。上段が天国で、中段が天国行きか地獄行きかの審判を待つ人たちで、下段が地獄となっています。この地獄の人たちはいろんな方法でこの管理人みたいな人にめった打ちにされています。これが閻魔大王みたいです。これは水牛みたいですね。神様の乗り物。水牛に乗るからです。こちらは神話とかではなくて、このアンコールワットを建てたスーリア・バルマン2世が進軍している様子が彫られています。このうちわで仰がれているのがスーリア・バルマン2世です。はい、今第1回廊から第2回廊に行く途中なんですが、このように4つくぼんでいる場所があります。これは沐浴場で、当時はここに水が溜めてあって、ここで身を清めていました。あと沐浴だけじゃなくて貯水施設としての役割もあったそうです。
第2回廊の内部はこんな感じで少し寂しい感じになってしまっています。首を切られてしまった仏像も多くあります。はい、今第3回廊の入り口に向かっているんですが、回廊の外の壁にも彫刻がたくさんあります。これは女神の彫刻ですね。本当に細かいところまで装飾されてあって、建築に30年かかったっていうのにも納得です。ここが第3回廊への入り口で、この中に祠があります。ここはちょっと急な階段を登って上に上がっていきます。前にいるのは修行僧の方でしょうか。正直服装が違ったらチンピラにしか見えないお兄ちゃんたちですが、一緒に上がりましょう。アンコールワットの高さは65メートルということなので、ここでもおそらく50メートル以上はあると思います。ビルの20階くらいの高さでしょうか。当時はここから75万人の街並みを一望できていたんだと思います。こちらが祠です。ちょっと見にくくなってしまっていますが、中には仏像があります。もともとはここにビシュヌ像があって、宗教がヒンドゥー教から仏教に改められた時に差し替えられたと言われています。はい、では今回の動画は少し長くなってしまいましたが、この辺りで終わりにしたいと思います。アンコールワットはとにかく広くて暑いです。いらっしゃる際は時間と水分に余裕を持ってくることをお勧めいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。